今週の真心は定食は1週間丸ごと下味冷凍夏のレシピ、初夏に食べたいひんやりレシピを一緒にご紹介。今回は食材の種類が少ないので1週間分1人237円で作ります。ラベルにメニューを書いたらバリエラに袋をセットして早速作っていきましょう。揚げ物が好物なのでさっぱりしたチキンカツをレシピに。胸肉は半分に開いたら余分なところを切ってフォークで穴を開ける。ちょっとしたストレス発散に。あとは食べやすい大きさに切ってお肉を袋に詰めていく。お酢大さじ2、酒大さじ2、マヨネーズ大さじ1、片栗粉大さじ4。これで完成です。空気を抜いてよく揉み込んで冷凍庫に保管します。解凍プレートで解凍しました。お肉の両面をパン粉にしっかりまぶして170から180度の油に投入して揚げていきます。途中ひっくり返して焼き色が両面こんがりしたら出来上がりです。おかわりが止まりませんでした。とっても美味しかったです。秒でできるので見逃し厳禁。パン粉大さじ5強を袋に入れて、お肉の水分が出るので牛乳はパン粉より少なめに大さじ3にします。豚ひき肉を袋に詰めていきます。パン粉をかき出すように混ぜておく。オールスパイスもしくは塩コショウを 7,8 回ほど振って、片栗粉は大さじ 1.5、 タレは別で作ります。酒、みりん、醤油同じ割合で大さじ2ずつ、お砂糖大さじ 1.5、 水 100ml 入れたら完成です。空気を抜いてしっかり揉み込んでタレと一緒に冷凍庫へ保管していきます。片栗粉も入っているのでまとまりやすいです。丸くしていきます。丸めてる間にお湯を沸かしておいて沸騰したら入れていく。ポイントとして 2,3 分で火が通るんですが、浮かんできたら OK です。タレを沸騰させてお肉をフライパンで混ぜる。水と片栗粉少量加えたらすぐにとろみが出るので絡めたら完成です。子供に大好評でした。とっても美味しかったです。パン粉の割合は多めに3分の2カップと牛乳2分の1カップ混ぜてひき肉を入れていきます。洗い物が面倒で袋で混ぜましたが、ボウルで混ぜると早いです。玉ねぎはブンブンチョッパーでみじん切りにしていきます。この後のメニューでもみじん切りを使うのでもう2分の1も作っておきます。玉ねぎを2回に分けて混ぜながら入れたら卵と片栗粉大さじ1。これで完成です。タレは別で作ります。トマト缶1缶、ボウルでもカットでも OK です。ウスターソース大さじ3、お好みソース大さじ1、醤油大さじ2分の1、砂糖大さじ 1.5、 コンソメ顆粒大さじ1。これで完成です。空気を抜いてよく揉み込んで冷凍庫にタレと一緒に保管します。解凍は流水解凍しました。形を整えてフライパンに並べていく。火は弱めの中火で片面蒸し焼きにしたら酒を回し入れ蓋をする。2分ほどしたら裏返してアクは軽く拭き取ったら別袋のトマトソースを入れて弱火で10分煮込んでいきます。お好みでチーズをかけるとまろやかに仕上がります。ふわふわでトマトの酸味も抜群、めちゃくちゃ美味しいです。はんぺんはお財布にも優しい食材で子供も大人も喜ぶのでさつま揚げにしていきます。作り方は簡単で、ちぎって入れて水気の切ったコーン缶半分、これを入れて混ぜる。もう一度ちぎって入れて混ぜたらあとは調味料です。みりん、醤油小さじ1、マヨネーズ大さじ1強、片栗粉大さじ3、卵黄1つ。空気を抜いてよく揉み込んで冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで揉み込んで解凍しました。丸めて170度から180度の油できつね色になったら完成です。ふわっふわで甘みが広がって美味しいです。こっちはさつま揚げの玉ねぎバージョン。こっちも自然な甘みが美味しい。玉ねぎをブンブンチョッパーでみじん切りにしていく。はんぺんをちぎって入れたら玉ねぎを入れていきます。途中混ぜて残り半分のはんぺんを入れて混ぜたら調味料です。マヨネーズ大さじ1強、みりんと醤油小さじ1、卵黄1個、片栗粉は大さじ3入れてください。空気を抜いてよく揉み込んで冷凍庫に保管していきます。流水解凍です。170度から180度の油で形を丸くして揚げていく。
途中裏返してきつね色で完成です。味違いで甘みもあってとっても美味しかったです。今回魚は安かったのでシーラにしました。半分の大きさにカット。塩を振って少し置いたらキッチンペーパーで拭き取りをする。しっかり拭き取りをしたらあとは詰めていくだけ。醤油と酒大さじ1ずつで下味をつけたら、片栗粉大さじ2。タレは別タレです。大根おろしと醤油小さじ1。ポン酢大さじ3。これで完成です。空気を抜いてタレと一緒に冷凍庫に保管していきます。冷凍庫で半解凍しました。フライパンに並べたら片栗粉をまぶして軽くなじませてから油をかける。揚げ焼きするので少なくて大丈夫です。2回しほど入れたら中火にして揚げ焼きにしていき、ひっくり返して焼き色がきつね色になったら完成です。タレの存在を忘れてしまいましたが美味しかったです。暑くなる季節に常備しておくと重宝するレシピ。サラダうどんはきゅうりを角切りにして、トマトは優しく潰さないようにカット。不安な方は大きめでも OK です。大葉を巻いて細めにカットする。ツナはオイルを軽く切ってマヨネーズ大さじ1ほどと混ぜておく。カットした野菜を入れたらツナマヨと塩昆布。レタスは小さくなるので入れたい方は食べる前に入れてください。めんつゆ大さじ4、醤油大さじ 1.5。 これで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。うどんは湯がいて冷水でしっかり締めて、つゆと具材を乗せたらもう完成です。冷たくてとっても美味しかったです。ニトリで見つけた便利アイテム、これ知ってますか？鍋つかみはもともとこれで違うブランドの鍋つかみなんですが、取り外して付け替えができるので、既存の鍋蓋を捨てずにつかみだけ取り替えができるアイテムなんです。料理中に立てかけられて角度が垂直に近いので、横から見ても薄いのと場所を取らないし、サイズ違いが3種類あり、好きなサイズの蓋に合わせられるのでめちゃくちゃ重宝します。この蓋はちなみにバンラリングの鍋蓋です。ぜひチェックしてみてください。解凍プレートで解凍しましたってよく言ってますが、これは頻繁に使う便利グッズで、置いておくだけで食材の解凍時間が短縮できます。時間が経ったら裏返しておくとさらに短縮できます。また M サイズのフリーザーバッグは2つ置くスペースがあるので、2品まとめて解凍する際などにも困りません。楽天市場で買いました。今回は初夏に食べたい7日分1食237円の節約下味冷凍を作っていきました。おすすめはハンバーグとさつま揚げとサラダうどんです。実はもう1週間分続編があるので、また来週にお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。